タミヤの72分の1スケール日本海軍局地戦闘機神殿の仮組レビューをお届けするのだ。タミヤの神殿、オーバードコレクションにラインナップされていた記憶はないけど。鋭いのだ。今回の神殿はオーバードコレクションとしてリリースされたものではないのだ。と言いますと、もっと前の時代、いわゆるタミヤ972分の1シリーズとして発売されたキットなのだ。ということはオーバードコレクションのさらに前身、1960年代に展開されていた古いシリーズに含まれていたということですね。まさにその通りなのだ。タミヤの72分の1スケール9シリーズは後のオーバードコレクションとは別物なのだ。なるほど、現在の高精度プラモデルとは別の歴史的価値のあるシリーズというわけですね。そうなのだ。1964年頃からいくつかの日本軍機が72分の1スケールで発売されていたのだ。今回の神殿はその古いシリーズの一つなわけね。当時はどんなキットが出てたんです？当時のラインナップは零式艦上戦闘機、32型2式戦闘機小機、4式戦闘機、はやて局地戦闘機、雷電、そして今回の神殿の5種なのだ。なるほど、まさに日本軍機を中心とした厳選シリーズって感じですね。1964年といえば東京オリンピックの年で LS が75分の1スケールの冷戦を発売した時期でもありますね。そうなのだ。神殿だけは1965年発売とされているので、この5種の中では少しだけ後発組ということになるのだ。へえ、そんな背景があるんですね。ちなみにこの旧シリーズは販売当初モーターライズモデルとして企画されていたようなのだ。モーターライズということはプロペラが回るのだ。しかも飛行姿勢を再現するスタンドが付属していて、そのスタンドに電池とスイッチを仕込み、胴体仮面の接点を通して電力を供給する仕組みだったらしい。この頃だとベビーモーターといったかしら。そうそう、2極式のミニベビーモーターではなく3極式のベビーモーターの方ですね。なるほど、当時ならではのギミックですね。動力が稼働したり足が折りたためたりしたという話もありますよね。そうなのだ。ただ1970年頃を境にモーターライズや稼働ギミックは廃止されてしまったようなのだ。スタンドもシンプルなものに変わり、完全にディスプレイよりのキットへ移行したわけだね。模型のトレンドが動くおもちゃから見せる模型へ変わっていった象徴みたいな変化ですね。そうなのだ。その後しばらく沈黙の時期が続いて、1990年代に至れり OEM を中心としたオーバードコレクションが始まったわけですね。ただし旧シリーズが完全に姿を消していたわけではなくて、1970から1990年代にかけてパッケージ変更などを繰り返しながら細々と再生産されていた形跡はあるのだ。2010年代にも復刻があったんですよね。そうなのだ。2014年頃リミテッドエディションとして袋入りキットが限定販売されたようなのだ。簡易的なパッケージだったみたいだね。ということは今回のキットもその流れ？今回のものはタミヤモデラーズギャラリーでの記念販売用に用意されたバージョンみたいなのだ。こちらもリミテッド同様袋詰めの簡素な仕様となっているのだ。タミヤモデラーズギャラリーといえば2000年代以降のイベントだから、今回のキットは比較的最近に出回ったものなんですね。そういうことになるのだ。今回のキットはホビーオフのジャンク箱で発見したのだ。箱なしの袋キットが何個かまとめて放り込まれていて、その中から一つ選んで購入したのだ。内容はどうでした？暗緑色のランナーとクリアパーツ、そして組み立て説明書という非常にシンプルな構成なのだ。昔ながらのプラモデルという印象だったのだ。デカールはなかったんですよね。入ってなかったのだ。箱版では付属していたらしいけど、今回の袋版ではオミットされていたのだ。どうするんです？神殿はマーキングが比較的シンプルだから、日の丸さえあればなんとかなるのだ。社外品デカールや塗装で十分再現可能なのだ。そういえばスタンドもついてないって言ってましたね。そうなのだ。旧シリーズの象徴的アイテムだった電池内蔵スタンドもなし。ところで72分の1の神殿って確か長谷川が出してましたよね。その通りなのだ。長谷川は1995年に72分の1スケールの神殿をリリースしているのだ。投稿者も当時購入していて、かなり思い入れの強いキットなのだ。長谷川は48分の1スケールの神殿も出してますよね。そうなのだ。48分の1スケールはトツモールドで、72分の1スケールはオーモールドという特徴があるのだ。1965年のタミヤ旧キット、1995年の長谷川新金型、そして2025年に旧キットを再評価するレビュー。時代を超えて比較できるのが面白いですね。
まさにそこが今回の企画の醍醐味なのだ。それにホビーオフで手頃な価格でゲットできたというのも今回レビューしようと思った理由の一つなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。今回は袋キットなのでパッケージイラストはないんだけど、箱付きで売られていた頃のパッケージはこんな感じなのだ。離陸寸前の神殿の様子ね。配備されていたとしたらといった感じかしら。箱の中身はグリーンのランナー2枚、胴体パーツ、主翼パーツ、透明パーツが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。試作1号機の塗装図なのだ。なるほど。部品点数は全部で29点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数は少なめですね。それではタミヤの72分の1スケール日本海軍局地戦闘機神殿の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は特になし、胴体の2本の棒がそれとなるのだ。パイロットを乗せないと寂しいわね。なので当然パイロットはついているのだ。次はエンジンですね。エンジンといっても胴体後部のカウリング部分のみ、ここにプロペラを挟み込む構造なのだ。パーツ的にはカウリング、軸止め、プロペラ、スピナーの4パーツ構成ね。ちなみにこのカウリング部分にモーターを仕込む構造だったみたいだね。次はエアインテークですね。一部のエアインテークは別パーツとなっていて、今の時点では切り出して終了なのだ。次は主翼、水平安定板、胴体なのだ。今回は土の字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。パイロットを挟み込んで接着なのだ。当然後からでも組み込めます。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドで凸リベッドとなります。パネルラインはやや太めかな。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で6パーツ構成。主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせて別パーツのエルロンを取り付ける。主翼の左右に垂直尾翼もつけるのね。そうなのだ。主翼中央の穴って何でしょうか。モーターライズ化する際のリード線を通す穴みたい。モーターライズ廃止後もこの穴は残っているみたいだね。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドで凸リベッドとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせたら先ほど切り出したエアインテーク鋼を接着するのだ。次は水平安定板ですね。水平安定板は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。いつもとは位置が違いますね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右支脚からなのだ。支脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤとス脚とカバーの構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は1パーツ構成となっているのだ。ここも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。前脚のみ飛行形態用のカバーもついているのだ。支脚は中生地と同じパーツを使うわけね。では終わりに総評なのだ。今回はタミヤの72分の1スケール日本海軍局地戦闘機神殿の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか。やっぱり古い年代のキットということでパーツ数は少なくてサクサク組めたのだ。説明書通りに進めれば短時間で神殿らしい形になってくれたのは嬉しかったのだ。モールドはどうでした。ここはちょっと驚いたのだ。古いキットなのにパネルラインは大モールドが採用されていたのだ。かなり古いキットなのにね。ただリベットは凸リベットで時代を感じる表現なのだ。合わせ目を処理するとき注意が必要だと感じたのだ。コックピット周りはどうでした。コックピットは棒のみのシンプルな仕様なのだ。でもパイロットを乗せてしまえば内部はほぼ見えなくなるので割り切ってそのまま組むのも正解だと思うのだ。逆に上級者なら手を入れたくなるって感じですか。その通りなのだ。例えば長谷川の48分の1スケールの神殿を参考にすると操縦席後方のパイプ構造やボンベを追加したりとかかな。古いキットだからこそ自作ディテールで遊べる余地があるのだ。確かにクラシックキットの楽しみ方ですね。とはいえ当時のプラモデルとしては全体のプロポーションは悪くないし神殿らしい雰囲気も十分出ているのだ。今だと長谷川の72分の1が決定版ですしね。そうなのだ。精密さで言えば圧倒的に長谷川に軍配が上がるのだ。
だからこのタミヤ旧キットを作る理由は、古き良きキットを楽しむとか当時のタミヤを感じたいってところにあるのだ。あるいは可動ギミックを復活させるとか。そうそう、当時はベビーモーターを使ったモーターライズ模型として設計されていたのだ。今でも代替できる小型モーターが手に入れば、プロペラ回転ギミックを再現することも不可能ではないのだ。なるほど、昔のギミックを現代パーツで復活させるのも面白いかも。クラシックキットだからこその楽しみ方なのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。